はい、こんにちは。フラインギス2回目はブルーでいきたいと思います。こちらですね。10×5 縫い代込み 11.5×6.5 になります。ここの三角の部分の生地をこの 11.5×6.5 このままの大きさで用意します。でこちらの三角の部分ですけれど、今回はこれですね。縫い代込み 6.5×6.5 の正方形を用意します。でちょっと紙で説明しますけれど、この 6.5×6.5 これを合わせてみますね。はい。でこれをこの対角線を縫います。でこの対角線を縫って折ってみるときっちりここに合うわけです。で対角線を縫うことになるので、こちらの 6.5 の生地2枚に対角線に線を引いておきましょう。もちろん裏側に引きます。ですね。で反対側も引いておきます。この3枚を用意して今から縫っていきましょう。はい、それでは縫っていきます。このブルーの生地の上に先ほど対角線を描いた 6.5 の生地を合わせて、この対角線ですね、ここを縫います。送り目は2で返し縫いなしでいきます。それでですね、これ縫う時なんですけれど、この対角線の、右寄りに縫ってください。きせがかかるのでね、これ右寄りに今ちょっとゆっくり縫ってますけれど、右寄りちょっと見えますかね、ここですね、この線よりちょっと右に縫いましょう。こんな感じです。でこれをここで縫い代分、こちらの縫い代分をカットします。7ミリから5ミリ、お好きな感じで縫い代でカットします。今5ミリでカットしました。こんな感じです。これを縫い代をどちらでもいいので好きな方に倒します。で反対側も縫います。反対側もこちらですね、こちらに合わせてこの部分を縫います。こう縫ってもいいですし、どちらでも構いません。また端から端まで縫います。こちら寄りですね。どちらに寄せるかを考えて同じ方向に縫った方がやりやすいと思うので、同じ方ですね。でこの縫い代をまた7ミリから5ミリでカットします。で縫い代を倒してこれで出来上がりですね。ここで合わせると見えにくいですけれど、はい、
6.5 の 6.5 になってるの見えるかな。定規で合わせようかな。はい、11.5、6.5 ぴったりですね。それでですね、このカットした三角形たくさん作るとちょっとこの部分もったいないですよね。もう一つの縫い方をやっていきたいと思います。はい、この 6.5×6.5 の生地なんですけれど、先ほどこれを対角線だけ描きましたよね。でこれを1センチ横にももう1本描いてください。こんな感じです。でここを縫ってもう一度ここを縫います。はい、それでは縫います。こちらですね。ちょっとこの対角線の右寄りを縫います。先ほども言いましたけれど、規制がかかるのでちょっと右寄りですね。ほんのちょっと右寄り、線の横という感じですね。でこちらの線も縫います。こちらは線の上でも私今左寄りで縫ってますけれど、どちらでも構いません。で今これ縫ったこの中心をカットします。中心といってもきっちり今1センチの幅で縫ってるので5ミリでカットしたいと思います。普段はこのミシンの上でカットすることはないんですけれど、皆さんもミシンの上でカットしない方がいいと思いますね。ちょっと移動するのが大変なのでミシンの上でカットしてます。でこちらはこれで出来上がり。こちら側もやりますけどね。そこでこれを縫ったことによってもう一つのパターンがここにできます。そうするとこちらのパターンを作るとこのパターンが2個できますよね。それでまたこれをつなぎ合わせることによって、パッチワークができるので楽しめると思います。はい、それでは反対側も縫います。はい、それではアイロンをしていきたいと思います。
全部で3枚3パターン縫えたので3枚つないでみましょうか。これ今回5ミリで縫い代切ってますけれど7ミリでも構いません。どちらでもお好きにカットしてください。倒し方も、こちら側内側に倒してますけれど外でもお好きな方で構わないと思います。こちらも糸はちょっと後で切りますね。はい、3枚できました。見えないね。はい。で先ほど言ったもう一つのパターンですけれど、2枚をこのように縫ったのでこちらもアイロンしておきます。余分なところはハサミなどでハサミやカッターでカットしてください。こちらの部分ですね。ちょこっとパッチワークをなんか取り入れたい時なんかにこういうものを作っておくと便利かと思います。はい、両方縫ってきたのでアイロンしたいと思います。こちらね、今回は3枚縫ったので3つつなげてみました。ぴったりですね。アイロンどっち向きでもいいです。こっちでもいいですしこっちでもお好きな方に倒してください。で先ほど言ったもう一つのパターンもつないできました。こんな感じになります。かわいいですよね。フライングギースを作って副産物としてこういうパターンもできるので、ちょっと2度楽しめちゃいますね。こちらですね。こちら生地を乗せて対角線を縫うやり方が今回の2回目のフライングギースのやり方です。ぜひやってみてください。それでは次回をお楽しみに。